今日は皆さんの大好きな妖怪のお話を少々いたしましょう。そもそも皆さんは今までに一度でも妖怪をご覧になったことはありますか？ありませんか？まあめったにありませんでしょう。それもそのはず。妖怪というのはそうそう人の前に姿を現すことはありません。ましてや最近はほとんど妖怪の姿を目撃する人はいなくなりました。なぜでしょうか？わかるかな？例えば皆さん、夜遅く家に帰りました。まずは最初に何をしますか？そう、ポチッとスイッチをつけて部屋の明かりを灯します。夜なのに部屋の中は真昼間のように明るくなるんですね。外に出てもそうです。たくさんの街灯がありまして、夜の街はとても明るいです。もちろん昔は違いました。夜は月の明かりだけ。あるいは部屋に入るとこのようなろうそくやあんどんの明かりだけです。もう人間の時間ではありません。ですから今日はそのような古い昔に思いを馳せてご覧になられてください。ではまずは最初にお呼びする妖怪はこちらです。ちなみに今日紹介する妖怪はどれも可愛らしい妖怪ですから、めったに人に危害を加えることはありませんから安心してください。さあこの妖怪、白いふわふわとした体に何やら口に加えています。これは何かわかりますか？タバコではありません。笛です。この笛を鳴らすんですけれども、この音が何とも奇妙というか独特でして、鳥の声のような、あるいは虫の声のようなかと思えば、やはり笛のような何とも言えない音が遠くの方からするんです。決して近くに寄ることはありません。遥か遠くの方でかすかに聞こえるだけ。音の方に近づこうとしても遠ざかってしまいます。さあ聞こえますか？耳を澄ましてよーく聞いてみてください。では次の妖怪をお呼びしましょう。毛むくじゃらの体をしています。毛虫のような、あるいは何かの動物の尻尾のような、しかしよーく見てみますと、そこには人間の手足のようなものがちょこんちょこんとついているんです。そしてその手の先にはいくつもの鈴を持っています。この妖怪はとてもいい妖怪です。この鈴の音が聞こえれば聞こえるほど次の日に幸せが待っているそうです。この子の名前は鈴ならしと言います。さああなたはいくつ聞こえましたか？では次の妖怪です。有名な妖怪です。2本の細い老人のような手です。この桶にたくさんの小豆が入っています。川の方から聞こえてくるんですね。シャカ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 と小豆を川の水で洗う音が聞こえてきます。たまに川にブンと落とされることがありますから、あまり興味本位で音の方に近づかない方がいいでしょう。次の妖怪も読んでみましょう。かしゃぼという名前の妖怪です。何か見たことあるような形をしていますけれども、まあそれはさておき、実はこのかしゃぼはカッパの成り上がりです。長生きをしたカッパがこのかしゃぼになると言われています。頭を振りながら近づいてきます。カシャ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 となんか不思議な音を立てて近づいてきます。
とても人懐っこいいい妖怪ですけれども、それと同時にいたずらっ子ですから、やはりあまり深く関わらない方がいいかもしれません。次の妖怪も読んでみましょう。手に持っているのは何かわかりますか？この子の名前はそろばん坊主と言います。計算がとても苦手で、お師匠さんにこっぴどく叱られて妖怪になったと言われています。もちろんそろばんを使うことはできません。ですからただシャカ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 と音を鳴らしているだけの妖怪です。続きまして、何やら人の顔のような、でも人の顔とは違います。実はこの顔は柿の実なんです。せっかくなったおいしい大きな柿をそのままほっといてしまうと、この妖怪になってしまうと言われています。名前はタンコロリンと言います。夜になるとあなたの部屋の戸を急にトントンと叩いてきます。びっくりしないでください。では次の妖怪を呼んでみましょう。今度はもっともっと恐ろしい顔が出てきましたけれども、この妖怪も悪さをするような子ではありません。畳叩きと言います。ほら、びっくりしましたでしょ。パンパンパンと恐ろしい音を立てて近づいてきます。するとふとどこかに行きます。このまま辛抱しましょう。いなくなりました。では次の妖怪も呼んでみましょう。この子はフルソマという妖怪です。森の中に住んでいる妖怪なんですけれども、木がギシギシときしむような音が聞こえたり、枝がポキッパキッと折れる音がしたり、あるいは大木がギキギキギキと切り倒されるような音がします。では次はほんの少しだけですけれども怖い妖怪をお呼びしましょう。2本の腕が見えます。さあ果たして何を持っているでしょうか。これは実は髪の毛です。夜道を歩いていますと、あなたの後ろにそーっと忍び寄ってチョキンと髪の毛を切ってしまうんです。髪切りという妖怪です。ほら、切られてしまった。では次の妖怪も呼んでみましょう。この子の名前はウワンと言います。ただびっくりさせるだけの妖怪です。大丈夫です。他に悪いことはしないですから。ただびっくりするだけ。うわ、
次の妖怪も読んでみましょう。2本の足が生えています。この子も夜のような後ろから近づいてきます。ほーら、近づいてきました。放っておくといつまでもあなたの後ろをペト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 と足音を鳴らしながら追いかけてきます。もしそのペタペタという足音が気になるようでしたら、このように言ってください。お先にどうぞと。するととてもいい妖怪ですから、その言葉には逆らえずに先に行ってしまいます。では最後の妖怪を読んでみましょう。この子もとても優しい妖怪です。袋に目という名前の妖怪です。大きな袋をすっぽりとかぶっています。悪いことはしませんが、ただちょっとこの袋が匂うことがあります。そしてその袋をあなたの顔にかぶせてくることも稀にですけれどもあるようです。ですがこの子も優しい妖怪ですから、真っ暗闇だとかわいそうだと思って目のところにちゃんと穴を開けてくれます。しかしその時に目をぐっとつむってください。さもなければ穴を開けた拍子にあなたの目がそれとしまってしまいます。